ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの征服者コンボを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、新カード、血に飢えた征服者を使った即死コンボデッキですね。征服者は相手がライフを失うたびにその分自分がゲインするので、ゲインするたびに相手がライフを失うカードと組み合わせて、無限ライフドレインで即死させるというコンボデッキになっています。ゲインするたびにライフを失わせるカードとして、英語の不屈と整形の僧侶を採用していて、これらのカードがある状態でライフを得ると無限コンボが決まります。基本的にはそのターンにライフゲインをするのが一番楽なので、半コン持ちのクリーチャーを複数採用している感じですね。特に大洞窟のコウモリは相手の除去を抜きながら半コンを設置できるので、このコンボデッキにとってはかなり使い勝手のいい生物になっています。太陽恵みの癒しではキッカーで整形の僧侶を戻すことができ、パーツが揃っている場合、自身の半コンでコンボが決まっていきますね。エレンダはほぼ除去されることがないファッティで、基本的には55半コイン100として使っていくことができます。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。しっかりと序盤の動きがあるということで、キープしていきましょう。あとは土地を伸ばしながら、コンボパーツを探していく形ですね。さあ相手脅迫からスタート。脅迫は効かないので、ラッキーですね。さあということで、一旦、コウモリから、入っていきそうな感じですね。相手は青黒。カウンターを構えているのか、もしくは瞬足生物なのかという感じではありますが、とりあえずコウモリを出してみたいかなと。相手の手札が見れるとね、結構楽に進めることができるので。さあ、黒幕が出てくる。はい。これは別室ですね。相手の反動、結構ね、弱めだったので、別室を抜けたのはだいぶでかいかなと。3ターン目にこれ別室を置かれてると結構ね、きつくなっていくんで。さあ、情報ランドで情報をしていく。情報はトップ。なるほど。そして除去も持っていると。さあ、これで次のターン設置されるのが確定していく。一旦福音者出して、ブロッカーを作っていきましょう。いや、このターンにね、別室を置かれるの結構しんどいですね。おおむね次のターンに、66デーモンも出てくるということで、66デーモンを倒せるカードを引かないとという感じではありますが、さあ、ただ、はい。コンボパーツ、拾ってきましたね。次のターンはおそらく、のど首狙いを、使っていくターンになるので、のど首プラス僧侶っていう感じになっていきますかね。で、土地が引ければ征服者で、コンボが決まっていくという流れですね。さあ、5マナ目から、やはりデーモンを出してきますね。デーモンがいるとなぜか2点ドレインという、わけのわからん強カード。さあ、ということで、デーモンはしっかりと倒していきましょう。そして僧侶も設置して、で、殴ったらライフゲインするので、さらにこれで、ダメージも入っていくと。コンボが決まらなくてもね、普通にビートできるんですよね。白黒コウモリに即死コンボが組み込まれてるっていう感じですね。さあ、ここはたまらず、コウモリトークンと相打ちを取っていくのかどうか。相打ちした場合でも、6点通って残り8点までライフが削れていくという形ですね。で、デーモンがいないんで、再現室でさらに2点もライフを失っていく可能性があると。さあ、ここは相打ちを選択して残り8点まで。さあ、このターン相手動いてきてくれるとありがたいですが、どうせならね、征服者を置いて、はい、デーモン出してくる。土地を引いたら勝ち。まだあれか。切り崩しを引く可能性もありますが。さあ、ただ土地引かず。これは、僧侶だけ殴りますかね。僧侶殴って、で、多分ブロックされるんで、癒して、キッカーで出していく。という形でいいかなと。さあ、相手止まってきてるんで、おそらく、切り崩しを持っているという形ですね。さあ、ということで、僧侶を殴っていきましょう。一応これで、1点ゲインしながら、1点のダメージを与えることができるということで。さあ、僧侶死んでいくんですが、癒し手によってそのまま僧侶を場に戻すことができると。
まあ普通になんか、フルパンとかもありそうな盤面ではあるかなと。まあただデーモンを倒せないとね、ライフゲインされてしまうんで、ちょっとそこがどうなるかという感じですね。さあ追加の土地から、まあ猜疑室解放ですね。これで4点ドレインされるんで、ちょっとね、しんどくなりますね。さあ、ここファストランド。まあフルパンか、ゾラリーゲ残しですかね。攻撃するところまでは行くんで、まあただ黒幕がいるから、どっちにしろこのターンに倒すことはできないですね。さあ、いろいろと誘発しまして、1点ライフルーズから、さらに、攻撃クリーチャーがでかくなっていく。靴原先手。はい。さあ、相手除去を使ってくる。さらに切り崩しを4-1に使ってくる。なるほど。これでおそらく、相手切り崩しが手札になくなったので、さあ、さらに癒して、出して、癒してを戻していく。まあ、ちょっとね、4点ドレインがあるんで、デーモンを倒さない限り、決めていくのは結構きつそうな盤面ではありますが、さあ、ドロスの魔人から、あ、これは勝ちましたね。さあ、ということで、どっちでも同じか、これ。4点プラス4点、8点入りますね。さあ、4点からの別室で4点ドレイン。ただ、こっちはコンボが決まっているので、この盤面からでも勝っていくことができると。これも殴った時点で、反コンは確定なので、まあ、ブロックされてもブロックされなくても、勝つ確率ね。さあ、6点ゲインして、ライフを失ってからの、まあ、相手もいろいろと誘発はするんですが、無限ドレインのため、もう勝ち確ですね。あとは、見守りましょう。無限ドレインってね、結構やっぱ気持ちいいですよね。どんな盤面からでも、一瞬で試合を決めていくことができると。さあ、相手もこれは見守ってますね。一気にすべてドレインしていく。GG、2戦目行きましょう。まあ、2戦目後手ということで、ちょっとね、プランを変えていく必要があるかなと。相手は青黒デーモンということで、対処手段を増やしていきましょう。さあ、1本目勝手に2試合目。ちょっと序盤の動きはあれですが、まあ、キープしていきますか。うん。さあ、とりあえずミスラランドのタップインを処理していく。はい、荒馬から。荒馬も、まあ、除去りたいんですが、喉首はね、ここに使いたくないんで、一旦3-1を立てていきましょう。相手が切り崩しを持っていた時だけ、まあちょっとめんどくさいかなという感じですね。の、保安官大手を使ってくる。まあまあまあ、それはいいでしょう。からの4点ライフルーズ。J ですか。さて、これはまあただ、ゾロリーネからですね。3-3を立てて、ターンを渡していきましょう。で、相手からするとこれも、まあ、マスト除去なんで。さあ、ただ除去を持っている。うん。さあ、さらに荒馬で切り崩しを引かれる。なるほど。できればね、こっちも切り崩しを引いていきたいんですが。さあ、さらに荒馬2体目。うん。まあ、これは、しょうがないので、ゾラリーネ出していきますが、さすがに3枚目の確定除去はないと思いたいですが、どうでしょう。まさかさあ、3枚目の2マナ除去を持っている。これちょっとしんどいですね。ただ相手、めちゃくちゃダメージ食らってますが。さあ、残り9点まで。なぜか相手の方から F が少ない状況。さて、これは一旦のドックビ構えますかね。ちょっとこっち動けないんで、4マナ目が引かないと、さすがにきついですね。エレンダが出せるとね、相手も、対処ができなくなるんですけど、さあ、そしてここでドロスが出てくる。
これね、まあ除去は使っていくんですが、相手これ2体とも殴るんかな。乗った方だけの可能性も、まあさすがにですね。呪文どもり。なるほど。さあ。いやー、突飛感。これはさすがに無理ですね。まあ粘ってもいいんですけど、3戦目いきますか。まあ3戦目先手ということで、またちょっと、僧侶を入れていきましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。まあちょっと2ターン目、クリーチャーを出すことはできませんが、キープしていきましょう。さあ、オクロランドから、掃除機。まあ、一応、あれですね。キッカーでリアにもあるんで。まあ、ただ掃除機ってほんとそれにしか当たらないですね。ということで、まあ、僧侶を引けたので、僧侶を出していくと。さあ、そしてここはタップインをさせていく。コンボパーツは揃いましたね。とりあえず、ゾラリーネ出していきましょう。止まってきているので、まあ、切り崩しは持っているかという感じではありますが、さあ、殴っていきましょう。切り崩しを打つかどうかを悩んでる。はい、どうぞ。まあ、ただこうなると、もう一回、僧侶か、まあ、もしくは英語を引いてくる必要がありますね。まあ、掃除機で、ゾラリーネの能力も封じ込められているということで、まあ、一旦殴ってから、はい。相手除去がね、かなり多いんですよね。さあ、福音者出していきましょう。まあ、確定除去を、まあ、征服者のために取っておけるかどうか、という感じですね。さあ、ここは荒馬を出してくる。情報ランド。まあ、征服者置いておきますか。さあ、飛行摂氏から、まあ、飛行クリーチャーは殴っていきましょう。福音者殴るかどうか。まあ、除去を持たれてた場合がめんどくさいですが、ただ殴っていきましょう。除去持ってそう。切り崩しを使っていく。なるほど。まあ、2試合目もそうでしたけど、めちゃくちゃ除去を持ってますね。そしてここは相打ち。はい。まあ、それはいいでしょう。で、掃除機で吸っていくと。はい。さあ、ただこれで、まあ、福音者が残るのかどうか。相手の手札は3枚。さあ、ここは別室から入っていく。まあ、ライフはまだ相手余裕ありますからね。ただ、2点ライフルーズからこっちも2点ゲインしていくと。相手おそらく、除去をまだ持ってないと思われるので、まあ、征服者は、ある程度生き残っていきそうですね。癒し手はまあ、現状、さすがにいらないので、他のカードを探しに行きましょう。さあ、6点アタック。はい、どうぞ。6点通って、残り11から6点ゲイン。そしてエレンダを出していくと。はい、マナからエレンダを出していく。まあ一応あれですね。切り崩しブラフみたいな感じで。で、これでまあ相手が、除去とか引いてなくて、66デイモンを出してくるんだったら、まあ次のターン勝ち確なんで。さあどうでしょう。そしてエレンダは相手除去れないはず。はい、これは勝ち確ですね。あ、違うか。2点ドレインがあるのか。2点残りますね。さあ、残り13点まで。さあ、ここも情報ランド。まあ、除去ってはいくんですが、11点。残り2点が足らない状況。まあ、ただだいぶ有利な状況ではありますね。はい。さあ、11点通って残り2点まで。からさらに、ライフが40まで回復していく。エレンダがね、もうとんでもないことになってますけど。
で、おそらく相手エレンダ除去るないんで、まあ、エレンダだけで勝っていく可能性も全然ありますね。相手は掃除機起動もできますが、どうでしょうね。別室があるんで相手デーモンを出す必要がとりあえずあるんですよね。はい、猜疑室。これは勝ってるかな。エレンダが威迫なんで、エレンダパンチで勝ちですね。さあ、2点ドレインはされていくんですが、まあ、残り1マナなんで、どうやっても勝ちの状況と。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。土地6。ただ、長宝ランドと噴水効か。まあ、かなり、やらない寄りのハンドではありますが、試してみますか。さあ、トップ土地は落としていく。まあ、土地はもう1枚も引きたくない感じではありますが。さあ、相手ラクドスカラー、そして土地を引いてくる。まあ、さすがにね、マリガンですかね。まあ、相手が赤タンとかだったら、即死でしたが、これリアニメートっぽいですね。さあ、苦々しい再開から何を落としてくるのか。いや、まあ普通にルーティングですね。さあ、クリーチャーは引けましたが、もうこれ初動4ターン目のハンドなので、果たして、ここから勝てるのかどうか。さあ、3マナ目から、まあ多分あれですね。バイパーとかも入ってるデッキですね、これは。さあ、2ドロに変えていく。からの、はい。まあ、それは、土地をね、捨てたい放題なので、土地を捨てていきましょう。さらに土地引く。ちょっとさすがに、ドローも、土地ですもんね。土地、英語か。さすがにちょっとあれですが、はい。しかも追放されてしまうと。ここから果たして勝てるか。さあ、スクライアボトム。そして英語は追放されていくと。まあ、ただ相手のデッキもね、結構遅めのデッキなので、まあ、まだワンチャンはあるということで、やってみましょう。さあ、さらに、不穏な笑いから、2ドローに変えていく。さらに2で、スクライ。このデッキもね、結構、なんかランクマッチで当たりますよね。競技ではね、まだ多分、結果を1回も残してないんですけど、ランクまでは、まあ、ちょくちょく見かけるようなデッキになってますね。最低スクライ2枚ともトップ。まあ、とりあえず一旦、コウモリ、手札を見ていきましょう。はい。あ、無害な申し出も入ってるんだ。っていうことは、あれですね。悪魔の契約コンボが入ったラクダス。まあ、一応除去を抜いておくことによって、有利になる庇護で、まあ、相手のシェルドレッドも、取っていくことが可能ですね。さあ、さらに望みなき悪夢から、まあ、土地を捨てていきましょう。はい、さらにチビもね、まあ、土地がね、ほんと大量にあるんで、ディスカードは全部土地ですね。さあ、土地を全部捨ててスッキリしたところで、そろそろ何かしらのカードを引いていきたいですが、どうでしょう。さあ、超ホーランド。トップに置いていく。これはもうミシュラランド殴っていきましょう。さあ、4点アタックですね。残り16点まで。まあちょっとね、序盤、あまりにもひどいハンドだったんですが、まあ相手も結構ね、遅いデッキのため、なんとか助かってるという感じですね。さあ、そしてトップの征服者が墓地に落ちていく。それ欲しかったな。さあ、まあ一応アップキープに打ちますか。ちょっとライフ的にもね、2点失いたくないかなという感じということで。お、そしてもう一回征服者。なるほど。まあ、相手が除去を引かなかった場合は、割と全然ワンチャンありますね。さあ、もう一回望みなき悪夢。まあ、庇護を捨てていきましょう。多分庇護はもういらないかな。からの溶鉱炉。相手無害な申し出はもう完全に悪魔の契約だけのために入ってる感じですかね。さあ、残り10点まで。
ただ、相手のラストのハンドがもう分かっている状態ということで、さらに土地を引いてくる。まあ、征服者が生き残ったら、全然、一気にね、まくっていけますね。さあ、征服者出して、殴っていきましょう。1点通って、1点ゲインしてからのさらに1点ゲイン。まあ、土地も出しておきましょう。さあ、ただ相手、ここから、スクライ2を連打することが可能と。さあ、1枚トップに置いていく。何を引いたか。まあ、除去ではない。なるほど。苦手がすい再開を上に置いていく。まあ、申し出がいらないから変えていきたいという感じですね。さあ、そして不穏な、稼働を起動。まあ、いろいろと動かれてはいるんですが、ダメージ的にはそこまでではないので、まあ、6点はね、一旦入ってはいくんですが、まあ、相手ハンデスカードがめちゃくちゃ入ってますね。で、これ3点火力引かれたら嫌なんで、ブロックはしないですね。まあ、征服者生き残ってれば、原因はね、かなりできるということで。さあ、ということで、残りライフ6点ではあるんですが、まだ土地引く。ちょっとね、まあ一生土地引いてますが、まあただ、一生土地引いてても全然勝てますね。さあ、フルパンしていきましょう。2点ダメージ、2点ゲインからさらに2点ゲインして、さらに7点通ってからの7点ゲインですね。征服者は本当、生き残ると、もうわけのわからん行動してくるんで、さあ、さらに情報ランドから、連打トップでいいですね、もう。さあ、ドローはめちゃくちゃ弱いんですが、なんとかなりそう。まあ、このターンに征服者除去られた場合だけ、まあ、ちょっときついかなという感じですね。まあ、一応エレンダが出てきて、なんとかなるかという感じではありますが、さあ、相手、ミスラランド起動。ミスラランド連続起動っていうことはもう結構相手もきつそうな感じですね。さあ、7点アタック。で、1枚ルーティングをしていく。さあ、残り11点まで削られてはいきますが、ここで投了と、除去引けず、GG。まあ、一応、後手なので、まあ、例によって送料をちょっと抜いて、で、まあ、ブロッカー耐性のあるカードを入れていきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。まあ、土地1はマリガンですね。さあ、ワンマリガンから、はい、キープしましょう。まあ、土地が引ければという感じのハンドではありますね。さあ、相手情報ランドからスタート。悪夢を捨てていく。さて、まあ、1戦目はね、ちょっと結構微妙な試合でしたが、まあ、征服者がね、生き残ったらどうなるかっていうのをね、お見せすることはできたかなと。さあ、2試合目はしっかりと、まあ、コンボを決めて勝っていきたいですが、さあ、クリーチャーハンデス。相手エンチャントハンデスめちゃくちゃ入ってますけど、まあ、さらにこれも入ってるんですね。ハンデス系のカードが10枚以上入ってそうな感じ。まあ、ゾラリーネを抜くしかないですね。さらにハンデス。はい。ハンデスだらけですね。さあ、ということで、一旦、送料を出していきましょう。さあ、さらに不穏な笑いから、エンチャントを生贄に捧げて2ドロープラス、スカイ2ですね、これは。まあ、この動きはね、強いんですけど。さあ、ここ2枚ともトップに置いていく。なるほど。からのアンタップイン。さあ、ただこっち土地を引かず。まあ、1試合目めちゃくちゃマナフラでしたが、2試合目は、まあ、マナスクリューですね。なんかね、アリーナやってるとよくありますよね。マナフラした次の試合、めちゃくちゃマナスクリュー。さあ、不穏な笑い2枚目。まあ、サクって2ドローしながら戦日用事ですね。この動きがね、ラクダスは、やっぱり強いですよね。さあ、戦日用事から、猫はまだ入ってるということは、はい。まあ、さらに、半です。はい。さあ、土地を引いていきたいんですが、どうでしょう。さあ、情報で脅迫を落としていく。はい、情報欄でいいですね。さあ、4マナ目がこれで確定したので、まあ、なんとかやっていけそうかなという感じではありますが、
さあ、相打ちを嫌って、ここは5点入れられていく。残り12点まで。はい、ドレッドですね。さあ、ドレッドから2点ゲインしていきますが、さあ、まあ、このターンはこれだけで終わりですね。さて、まあ、ようやく、4マナ達成ということで、なんとかなっていくのではないかなと。とりあえず先にエレンダからいきますかね。まあおそらくほぼ除去られることがない、ハンコンクリーサーですね。さあ相手はここで鏡に願いを。これ、悪魔の契約が出てくるパターンですかね。正直、悪魔の契約への対処手段が、まあこっちのデッキ入っていないので、まあコンボを決められる前にこちらも、コンボを決めていく必要があるかなと。はい。さあ、悪魔の契約が出てくる。果たしてここからこちらが勝てるのかどうか。交互に。まあ、さすがに英語の不屈からかなと。さあ、不屈を出していく。まあ、ここからまっすぐ土地プラス征服者と引けると、まあ、勝てる可能性はありますが、さあ、相手、まあ、エンチャントなので、エレンダも倒されていきますね。さあ、追加の土地から、横ロを出してくる。相手はあれですね。まあ、サクリファイスと、契約コンボを組み合わせた感じのデッキになってますね。さあ、さらに悪魔の契約。これはね、相当きついですね。さあ、そのまま死んでいきますが、はい、土地は引きましたね。いや、ワンチャンある。相手の除去抜いて、で、次のターン征服者引いたら勝てるんで。まあ、ただ相手、これ4枚ドローしてきますからね。さあ、鏡に願いを抜いていきますが、ただ、まあ、めちゃくちゃ不利な状況なのは変わらないですね。まあ、僧侶はブロックできないんで、殴っていきましょう。さあ、悪魔の契約2回誘発から、はい、交互に除去っていく。まあ、鏡に願いをで、まあ、無害な申し出を持ってくる感じですね。さあ、こうなると、もうハンド差がね、やばいんで、まあさすがに、確定除去も引いているでしょう。もう、殴ってくる。もう詰めてくる判断ですね、これは。そして、一貫の終わり。これはまあ、投了した方が、いや、まだあれか。僧侶があるんで、まだワンチャンあるか。相手が確定除去を持っていなくて、で、次のターン征服者トップがマスター条件ですね。さあ、6点通って残り5点。次のトップ次第ですが、まあ、確率的にはかなり低いですね。相当不利な状況。はい。まあ、これは投了していきましょう。GG。まあ、相手悪魔の契約コンボということで、エンチャント除去欲しいですね。軍勢王杯2と、まあ、あと、ケイヤかな。まあ、ちょっとケイヤ遅いですけど、入れていきますか。さあ、1勝1敗で3試合目。はい。まあ、キープしていきますか。征服者はあるハンドということで、まあ、相方を探しに行きたいところですね。さあ、1ターン目は何もなし。そして、ケイヤを引いてくる。まあ、癒し手はもう出していきましょう。止まってきているので、まあ、切り崩し、カートの転化を持っている感じですね。塔の殿下ね、ほんと、今強いですよね。追放除去が結構大切な環境ということで。さあ、超ホランド引いてくる。これはありがたいですね。土地は、まあ5マナ目までは確定で必要ということで、もらっていきましょう。さあ、さらに止まってくる。まあ、ラクドス契約コンボは基本的に、喉首使うんだ。まあ、除去がね、かなり多いデッキですね。さあ、ここも構えてくる。なるほど。まあ、エレンダ出していきましょう。エレンダはおそらく、まあ、悪魔の契約以外では対象されないカードかなと。さあ、相手も4マナ目から、ただ悪魔の契約をしっかりと引いてくる。
まあ、一旦征服者出しますか。これで4点通って、4点ゲインからのさらに4点ゲイン。で連打は55まで育っていくと。まあ、サイズアップすることによって、悪魔の契約では倒せなくなったという形ですね。まあ、この状況であれば、まあ、2デスカードですよね。さあ、有効牌、ケイヤが捨てられていきますが、まあ、これで悪魔の契約に対する、対処手段がなくなったということで、まあ、こっちはもう一気に試合を決めていく必要がありますね。さあ、そして一巻の終わり。まあ、これでコンボによって勝つことはできなくなりましたね。まあ、ただどうでしょうね。相手エレンダがね、対処できないと、もうこのままエレンダビートで決まっていくので、なんだろう。まあ、ギックスの命令とか。そっか、サクリファイス系だと、それが入ってるのか。ソーサリー除去がありましたね。まあ、一旦これは僧侶行きましょう。こうなるとね、ちょっときついですね。エレンダ正直、まあ、対処されないと思ってたんで、まさかのソーサリー除去で対処されていく。ただどうでしょうね。相手もハンドが1枚だけ。結構盤面的にはこっちの方が有利か。庇護はいらないので、ミシェラランドで殴っていきましょう。2点ドレインからさらに2点ライフルーズで、さらに4点、残り8点まで。まあ、8点クロックなんで、相手は除去持ってなかったらもう一気に決まっていきますね。さあ、情報していきますが、ラスト1枚が何なのか、除去じゃなかったらこっちの勝ち。これ投了と、GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。